こんにちは、レイムです。おっす、マリサだぜ。さ、今回はホンダのドル箱小型スクーター、PCX160 を取り上げるぜ。あ、お坊さんバイク。いただいたコメントにこのバイクの話が聞きたいと書き込みがあったので、今回の話の種にさせていただきました。PCX160 の兄弟車、ADV150 と性能をガチ比較しながら、他社の 200cc 以下スクーターと、サクッと性能比較をしていくぜ。125cc の PCX の比較動画もアップしているので、こちらも参考にしていただければと思います。PCX のハイブリッド版、企業や個人事業主向けのリース販売の EV は、また別枠で紹介したいと思ってるぜ。なので今回は割愛させていただきます。新時代の幕開けですね。楽しみですね。では、ゆっくりしていってね。じゃ、今回のお話はこんな流れだ。動画中でのバイクの故障は、特に説明がなければ PCX は新型 PCX160。ADV150 は ADV とするぜ。では始めるぜ。なんといっても、一番の違いはここだよな。PCX はスクーターの正当進化版ですね。すべての街を、一つのデザインで、という言葉がぴったりなグローバルデザインです。ライトが大きく目立ち高級感があり、流線形でスマートな形です。流線形って、言い方古いな。ADV は ?ADV は旧拠点あるホンダのデザインスタジオのコンペから生まれたデザインで、コンセプトを生み出したのはタイとインドネシアのデザイナーだ。アジアの朝は通勤はアドベンチャーらしく、出勤でバイクに乗る際も、楽しく元気に走りたい。という思いが元になってるんだってばよ。それぞれの考え方の違いが、このデザインの違いなんですね。車体サイズの違いはどうなんですか？ ADV の方が大きいな。全長、全幅、全高ともに、2センチから4センチ大きいぜ。並べてみないと、わからない差ですね。タフでアクティブで、未舗装路もガンガン走る ADV。スマートで、街を静かにクルージングする PCX。どちらを選ぶかは、PCX のが若干だがパワーが上だな。PCX160 は ADV150 より排気量も 7cc 大きいし。その差ですね。いずれは同型エンジンが搭載されるでしょうね。PCX150 と ADV150 のエンジンの違いですが、エンジンの初原数値は全く同じで、違いはありません。でもなぜか、エンジン形式は違いますね。なぜ吸気系仕様の違いが、形式の違いになっているらしいぜ。ADV は未舗装路の走行を考慮して、給排気パイプの長さを調整して、エンジンの低中回転トルクを高めている。って記事を見かけたぜ。さすがタフ、アクティブな ADV ですね。では、PCX160 と ADV150 のエンジン機構の違いは？いろいろ変わってるぞ。バルブ数が2から4に増えたし、ショートストロークか、給排気の構造も変わってる。もちろん排気量も 149cc から 156cc に増えてるぜ。ちなみに、PCX には純正マフラーオプションがないぜ。ほほう。ADV にはあるけどな。やっぱりコンフォートを求める PCX には、元気なマフラーは必要ないってことなんですかね。ちゃんと考えられてるんですね。PCX と ADV を比較すると、ADV の方がフロントサスペンションのストローク量が少し大きくなってるな。だから、最低地上高やシート高は ADV の方が高くなってるぜ。で、PCX のリアサスはツインショック、ADV はデカルボン式だ。デカルチャー？なぜゼントラーディゴ？答えはリザーバータンク付きのダンパーの形式名だな。簡単に言えば、高性能サスの証だ。仕組みが気になる人は調べてみてくれ。これだと、見た目がメカメカしくなるから、PCX にはノーマルタイプの方がお似合いですね。ちなみに多い。高性能と言いつつも、2台ともプリロード調整はできないんですね。お、言うねー。で、レイムはプリロード調整したことあるのか？最初は楽しくていじってましたけど、しばらくしたら初期値に戻して、居心地です。ま、そんなもんだな。プリロードが気になる乗り方をするようになってきたら、きっと他のバイクに、な。数値としては、PCX は30リットル、ADV は27リットルだな。具体的には、PCX は小 A の売れ筋フルフェイスヘルメット。Z7 が収納されている画像を公式ページで確認できる。先代の PCX では、フルフェイスの Z7 を収納できたけど、シートを強めに押さないと、シートロックできないって話だ。ADV はフルフェイスはいけるの？ ADV も同様で、強めにシートを押せば Z7 が収納できる。気になるなら、外付けのヘルメットホルダーで解決だな。
両者ともに、フロントにはインナーボックス収納が装備されている。その中に、PCX は USB Type-C コネクタ、ADV はシガーソケットが装備されてる。インナーボックスの注意書きを見ると、ボックス内での充電は、衝撃や熱で機器破損の可能性ありって書いてありますよ。ま、お約束だな。多分日常使いには問題ないと思うぜ。最新の PCX と現行の ADV では、結構差がある部分だな。共通機能は、アイドリングストップ、フロント ABS、キーレスだ。では PCX の目玉はトラクションコントロールと、オプションのスマートキー対応トップボックスだな。スマートって、何が賢いボックスなの？キーを持ってるだけで、ボックスの施錠、解除ができるぜ。名前通りですね。してお値段は本体、取り付け部品込みで5万5000円、工賃別だ。価格はスマートじゃありませんね。じゃ、ADV の一押しはエマージェンシーストップシグナルだ。急ブレーキ時にウインカーが高速点滅するって機能だ。あまりお世話になりたくない機能ですね。ちなみに多い。PCX 一押しのスマートキー対応トップボックスは、ADV には非対応だ。兄弟車だけど。残念です。しかし ADV には、ホンダのホームページ上で、カスタマイズパーツが色々紹介されているぜ。バックミラーやレバー、バックレストやマフラーとかな。それに、装着例も3種類紹介されている。あ、主が好きなフォグランプまであるじゃないですか。このフォグ付きセットだとおいくらですか？装備パーツ一式で、16万8960円なり。いいお値段ですね。お値段以上。ホンダですね。ここまでいかつい ADV は見たことないから、こいつは自慢の一台になりそうだ。さ、肝心の価格比較だ。PCX160 は40万7000円、ADV150 は45万1000円だ。4万4000円の差額ですね。悩ましいぜ。実用使いなら PCX、かっこいいバイクが欲しいなら ADV かな。値段で攻めるなら、先代の PCX150 を中古で買うのもいいな。これで、PCX と ADV の比較は以上だ。PCX と ADV は兄弟と言いつつも、ほぼ別物だな。ですね。サスストロークもタイヤも違うし、エンジンの味付けも違いますし。よくここまで変えてきたなーって感じですね。ま、これも PCX の懐の深さがなせる技、ってことだな。PCX も ADV も、見た目通りのパフォーマンスが期待できるってことか。この調子だと、PCX の次の兄弟車も期待できるな。もちろん希望は、NM4 や DN1 系のスクーター復活を所望します。あははは、ウケるな。兄弟を増やしながら、PCX は息の長いモデルになってほしいですね。お次は、他社との比較です。国内で新車で買える軽二輪スクーターと比較してみるぜ。川崎は軽二輪のスクーターを作ってないのですね。海外モデルで 125cc の J125 ってのがあるけど、国内販売については未定となってる。今回の鈴木特別枠は、バーグマン200です。参考にしてくださいね。では、比較表を見ていきましょう。仕様が数値的に上回っている部分は、セルを色付けしています。このクラスで、PCX が売れている理由がよくわかるな。排ガス規制だ、収納だ、と言いつつも、性能や使い勝手は一枚上手ってことだな。じゃ、ざっと流していくぜ。コンパクトサイズなのは PCX と NMAX だ。ほぼ同じサイズだな。毎日使うバイクなら、小さくて軽い方が便利ですね。狭い駐車場に止めたり、押して歩く場面があるなら、コンパクトな方が使い勝手が良いですよね。車体の大きさはどの車種も大差はないが、重量の違いはあるな。フロント二輪の取りしては 165kg、200cc で大柄なバーグマンは 163kg だな。この重量だと、押して歩くのはちょっと辛そうですね。PCX が一番低いことには変わりないんだけど、以外にも大柄なバーグマンが一番低いんだな。さすがは鈴木。スクーターでシート高が問題になることはあまりないと思いますが。いや、そんなことないぞ。小柄な人には大問題だ。厚底シューズやハイヒールソールブーツなどを履いて、足つきを調整しないと、安心して乗れないからな。足つき問題はデリケートな問題なので、シート高が高い ADV やマジェスケースは原車で確認してくれよな。マジェスケースが32リットルで一番だな。鈴木のバーグマンは41リットルで、ヘルメットが2個入りますよ。比較車種は、全車種ジェットヘルを収納できるぜ。フルフェイスも一応格納できるから、とりあえず問題なしだ。あ、ヘルメット収納で注意点ですが、NMAX はヘルメットを上下逆さにしないと入らないですし、バーグマンはヘルメットが2個入りますが、フルフェイスとジェットヘルの組み合わせです。PCX が一番だな。
ユーロ5基準でこのパワーは大したものですね。鈴木枠のバーグマンは、排気量が 200cc で他車よりパワーがあるから、エンジン回転数も他車と比べれば余裕がある。高速域を多用する場合は強みになるな。これも PCX が一番だ。旧型エンジンとなってしまったけど、ADV も検討してるな。マジェスケースは基本設計が古いから、最新型に比べれば燃費は劣るし良くないし、タンク容量もちょっと少ないので、走行距離は若干低めですね。走行距離を重視する人なら PCX だな。でも、他社も特別燃費が悪いことはないから、あまり気にすることはないですね。最安はマジェスケースだ。NMAX とほぼ変わらないけど、マジェスケースには ABS が装備されていない。ABS 付きで考えれば、NMAX が最安になるぜ。あ、バーグマンも ABS は未装備ですね。だけど、排気量が大きいから、比較車種の中では一番高価ですね。PCX 以外の車種は、販売されてから時間が経ってるから、価格を重視するなら中古を選ぶのも良いな。比較結果は以上だぜ。お気に入りのスクーターは、見つかりましたか？情報を仕入れたら、ぜひ原車を見にお近くのレッドバロンへ。宣伝ご苦労様です。では、今回のお話は以上になります。お次はエンディングだぜ。前回の動画は、125cc までの小型限定普通に輪免許で乗れるバイクのお話でしたよね。125cc は気軽に使えるバイクなので、下駄バイクとして1台欲しくなってきたぜ。あ、また買う言ってますね。ちなみに、小型二輪クラスの新車種は、ホンダのグロムが数年前に追加されたぐらいだな。EV バイクが本格的に開発されてくれば、新しいタイプのバイクも発売されるかな？ハーレーも、電動バイクの販売を始めたしな。アップルも、アップルカー開発の噂もあるし、アップルバイクも発売されるといいな。発売されたら、俺は買う。買うって、そんなに何台もバイク持ってても、体は一つですよ。買いすぎですよ、旦那。それでも、俺は買う。そうか、今年は牛年でしたね。では、今回はこの辺で。それでは、See you!